キングダムズー。リボーン。人口も増加し順調に発展していく我が村。新たな高級品の生産も開始、次の時代目指して開発頑張りましょう。まずは家具屋さんを建築。油断すると人口増えて高級品が足りなくなって、家レベルが下がっちゃうもんな。機械学の研究が終わったので、お次はコーヒー豆焙煎所取りましょ。人口もどんどこ増えてるので、果実採集場建てまし。どんどこ。テキーラ蒸留所も建てまし。資金も余裕できたし、もう好き放題開発できるようになったな。家具屋様もおかわりこら。コーヒー豆焙煎所が終わったので、牛の牧場を選択。テキーラおかわり。きつい酒だから飲みすぎるなよ。道具の生産が追いつかなくなったので、鍛冶屋さんも増築。輸入しちゃってもいい気もするけど、地味に高いんだよな工具。さて労働者不足なので住宅建てまし。何もない砂漠だったのに、もはや土地の空きスペースがなくなってきたな。夏目屋資産感謝の2万突破。だがまだ1万ほど食料は輸入している。そして牛の研究中に町のグローバルスロットの空きが気になったので、砂漠の巡礼者のカードをゲット。砂漠に建てた家に金貨プラス10か。でもこれねじ込むと1800くらい基本収入増えたな。もっとはよ導入しときゃよかった。どんまい。欲を出してもう1枚砂漠の巡礼者をゲット。役場に同一のカードを複数適用することはできません。畜生。こりゃ別拠点作った時に使う感じだな。ただいまの住宅レベルはこんな感じ。次の産業時代の必要条件が、住宅レベル6を80件、少し待てば達成できそうだな。そんなわけでしばし待って産業時代を研究開始。研究コスト12万、今までと一桁違うな。気長に待ちましょ。お家を建てまし。さらに増しまし。した結果石炭が足りなくなって、投資者が久々に発生。まあ金に困ってないし輸入量増やすだけだな。では最大輸入量を1000から2500に大幅アップ。石炭と薬は余裕持たせた方が安心だな。今度は水路を延長。土地不足で対岸もちょい開発だな。こちらにはデデット、薬草畑を作りました。植えとる。町からちょっと離れてるけど大丈夫そうかな？時は来た。産業時代へようこそ。映画の極み。まずは時代ボーナスを選択、資本主義にしましょ。高級品消費による収入がプラス 100% だってよ。もう一つのボーナスは勝利点数絡みみたい。これはどっち選んでも影響なさそうだな。さてお次の研究は宝飾品の作成にしましょ。ティア産の高級品だけど、金の延べ棒と宝石はもともと在庫あるしすぐ作れそうだな。あと忘れる前に役場の、アップグレード。工業生産が 10% アップした。役場も随分と立派になって、これが126年の積み重ねでございます。陶芸工房横の薬草畑を買いたい。跡地に陶芸工房を増築。対岸との迂回路も敷けるし、少し交通の便が良くなりそうだな。陶芸工房を、アップグレード。産業時代に入って、アップグレードできるようになったのな。薬品工房建てましからのアップグレード。レンガ工房もアップグレード。産業時代の建物は屋根が緑でなかなかおしゃれだな。なお、アップグレードに必要なコンクリートは全部輸入です。すでに金貨56万余ってるし、コンクリートの研究待つ必要もねえもんな。まあ、こんな感じでどんどんアップグレードしちゃいましょう。産業、レボリューション。他の建物も、アップグレードした日々。影響力が溜まったので経済の覇権を、ポチッとな。さらに生産力アップ。薬草の生産量が、思ったよりも少なくなっちゃったので畑を拡張。また交易量がいっぱいになっちゃった。いつの間にか人口も500人超えて、食料の輸入量半端ないもんな。そんなわけで交易会社、アップグレード。一旦最大取引量4140になったけどまだ足りてない様子。後でなんとかしましょ。お次は学者のオフィスを増築。本を作って効率アップだぜ。
宝飾品の製作の研究が終わったので、今度はショコラティエの研究をしましょ。早速宝飾品工房を、一気に4軒建てちゃいます。ついにティアさんの高級品のお出ましだぜ。お家を建てましー。この辺りもほぼ埋まったな。家レベルが上がったよ、やったね。でお次の研究はミュージアム。アップデで追加された要素か、これで遺跡の発掘ができるみたいだな。そしてさらなる開発をしようと思ったけど、謎の漏水ラッシュ。住宅のレベルアップのおかげで、家の空きは600くらいあるのに全然人が足らんな。まあ急ぐ理由もないのでまったり回復を待ちましょ。お、ミュージアムの研究終わったな。じゃあお次は動物園。マップにいる動物を捉えて見せ物にするぞー。その言い方だと愛護団体の人に殴られちまいそうだな。まずは開放されたミュージアムを、サクッと検知行く。それでは中を見てみましょ。何も展示されてない。糸かなし。でも大丈夫、近所の遺跡からパクってきます。ただの洞窟じゃねえか。いやこれただじゃないんよ。調査を繰り返すたびに費用が高くなります。そっちのただじゃねえよ。そんでおパクリしたお品物をミュージアムにねじ込むことで、効果を得ることができます。もう開発が軌道に乗ってるから、あってもなくても大丈夫なレベルの効果だな。まあ研究しないと最後の世界遺産開放できないし、暇な時にうろうろして他のお宝も探しましょ。さよか。そんなわけでうろうろ遺跡探してるんだけど見つからぬ。マップサイズで隠して始めたの、ここに来て公開することになるとは。さて動物園の研究が終わったので、お次はヒノキの街路樹をいただきましょ。早速ミュージアムの下に、動物園をドーン。動物園の前にいたラバを、捕まえました。それ近所の野良猫捕まえるのと変わらないのでは？だがそれを展示する。この動物園残念すぎだろ。まあ頑張ってそのうちなんか捕まえるよ。人々はあなたを愛しています。ふふ、ラバの愛らしさに気づいた民が、ついに私にひれ伏したようだ。まあラバは関係ないだろうけど、苦節131年やっと住民に認めてもらえてよかったな。ラバー、動物園のネタ探しか？世界中をかなりうろうろしたんだけど、ラバしかおらんのですが。マジか。この乾いた世界だとラバしかろくに生存できないみたい。パンダは愚かクマすら蜜柑ない。不毛な第一位。なんとか絶滅危惧種のイノシシをゲット。ラバ以外の奇跡の動物だな。これを動物園にねじ込むと、なんと食料消費量が 5% 減ります。それイノシシ食われてね。気にすんな。おい。動物探しに夢中になってたら、ヒノキの街路樹の研究が終了。お次は庭園を研究しましょ。そうして探検を続けてたら遺跡を発見。これ雪に埋もれてる上に石材でできてるから地味に見つけにきーな。やっはー、お宝をあされー。お頭は今日も元気。わーい、おったから。パクリ品がミュージアムの展示に並んだ。気がついたら鋼鉄の工具がゼロになってたので、火事場を2軒増築。影響力溜まったので、経済の派遣をポチッとな。レベル7か、生産効率合計 20% くらい上がってそうだな。ガラス工房を増築。住民も600人超えたし、ティア2の供給量のバランスも少し崩れてきたな。テキーラ醸造所も建てまし。家からは少し離れるけど、原料のアガベに近くなるから、生産性はそこそこ良さそうだな。シアターの周りを、ヒノキの街路樹に植え直しております。お、サービス品質 130% くらいだったのが、150突破したな。ふふ、これはまだ前段階よ。刮目せよ、これがシアターの最終形態だー。研究の終わった庭園をふんだんに使用しております。娯楽 94% のジェフ、最高の娯楽で娯楽 233% だー。これで住民の幸福度も爆上がりだぜ。お次は住宅建てまし。家いっぱいでホームレス出ちゃってるな。人が多すぎて交易が追いつかないので、交易会社を建てまし。資金も250万を超え、もはややりたい放題である。研究が終わるのを待つだけの日々。初期の地獄の面影はもう感じられなくなったな。我々は繁栄を手に入れたのだー。では映画を極めつつある我が街を見ながら今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。いよいよ開発も終盤、さらに繁栄する街、栄光へのラストスパート、お楽しみに。
ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。